iTech インターナショナルシニアコンサルタントの出島でございます。MT システムシリーズ解説動画2を始めさせていただきます。この動画では初心者のための基礎知識を紹介するシリーズとして、今回は標準化をご紹介いたします。標準化についてご説明をいたします。標準化とはデータの位置や広がりや単位、そういったものの調整を行って、異なる特性値を同時に問題なく扱えるようにする、そういった処理でございます。標準化において使用する統計量は平均と標準偏差の2つでございます。平均とは皆さんご存知だと思いますけども、データ分布の中心位置の目安になる数値でございます。右にありますような山形の分布ではほぼ中心付近の値になります。計算方法はまず計測値全体を合計いたします。それを個数で割って平均を求めます。計算式を式に書くとこのようなシグマ記号を使った表記になります。次が標準偏差です。標準偏差は分布の広がりを示す数値です。計算方法はまず得られた計測値から平均を引いて、さらにそれを2乗いたします。2乗した値の平均を次に求めます。最後にそのルートを取ります。計算式で見ますと、ここに示すような式になります。ここでですね、ルートの中の分母がデータ個数 m になっておりますけども、ここで分母を m-1 とする場合もございます。Excel 関数を用いて今はこの値を簡単に求めることができるようになりました。標準偏差による分布の広がりの違いのイメージを示します。標準偏差の値が大きい時には左の図のように山形の裾野が幅広くピークが低い、こういった分布になっております。標準偏差の値が小さい時には右の図のように山形の裾野の広がりが狭くピークが高い、こういった分布になります。標準化をするとですね、そのメリットは単位が異なるいろんな分布の形を直接比較することができるようになります。標準化を行いますと、項目の平均は0、標準偏差は1という値になります。計算式において平均と標準偏差を使用いたしますけども、ここに示すようなデータで式でございます。各計測値から項目の平均を引いて、それをさらに項目の標準偏差で割ると、こういった操作で標準化を行うことができます。それでは具体的な例を見ていきましょう。ここに示しましたのは、まず左側にありますのは20個のサンプルに対して取りました生データでございます。中央のグラフがですね、その20個の生データの変化の様子でございます。次に右に出ておりますデータは標準化された後のデータの20個でございます。各データの一番下のところにですね、平均値と標準偏差が書かれております。標準化前のデータですと平均値が 5.57、標準偏差が約 2.58 という値を示しておりますけども、右側の標準化後を見ていただくと平均が0、標準偏差が1という結果になっております。それでは標準化によって分布の様子がどのように変わるかを見ていきます。左側が標準化前の分布でございます。右側が標準化後の分布でございますけども、ここから分かりますように値の増減の比率が全く同じでございます。そして平均0、標準偏差1になっていることを踏まえますと、単位の異なるデータを標準化にすることによって同等に扱うことができるということが分かります。MT システム等の異常検知システムでは性質が異なる複数の測定値を組み合わせて処理を行います。
この時に単位の組み合わせによって結果が異なっては困る、非常に混乱をきたすことになります。例えば長さと重さの組み合わせで判定を行った時に、長さの単位ミリメーター、メーター、キロメーターがあります。重さの単位グラム、キログラム、トンがあります。この組み合わせによってですね、判定の値が異なってしまうと、非常に使いにくい判定システムになってしまいます。標準化を行うことによってこうした問題を回避することができます。異常検知システムにおいて標準化というのは非常に重要なやり方、方法であるということがお分かりいただけたと思います。本日の標準化のご紹介は以上です。引き続き MT システムの基本知識についてご紹介していきます。ではこれで解説を終わらせていただきます。ありがとうございました。